新卒女性 SE を雑用係にしたら競技プログラミング世界大会入賞者だった結果、女の子は雑用やってればいいよ。世界大会入賞の実力見せようか。私は新卒で IT 企業に入社した22歳の女性 SE です。大学では情報工学を専攻していて、プログラミングには絶対的な自信がありました。念願の開発部署に配属されて、これから技術を磨いていけると思っていたんです。しかし、配属初日から現実は厳しかった。君が新人か。はい、よろしくお願いします。女の子か。まあ雑用頑張ってね。雑用ですか？開発は男性社員がやるから、君は議事録とか資料作成とかやってればいいよ。いきなりそんなこと言われて驚きました。でも私は開発がしたくてこの会社に入ったんです。私もコーディングがしたいのですが。女の子がコーディング、可愛い顔してればいいんだよ。コーヒーでも入れてくれた方が役に立つよ。信じられませんでした。令和の時代にこんな古い価値観の人たちがいるなんて。これマジでひどいな。完全にパワハラじゃん。それでも私は諦めずに頑張ろうと思いました。いつか実力を認めてもらえるはずだと。それから毎日雑用ばかりやらされました。会議の議事録まとめといて、客先提出用の資料作っといて、コーヒー入れてくれる？コードを書く機会は一度もありませんでした。朝は会議室の準備、昼は先輩たちのランチを買いに走り、午後は延々と議事録の清書。エンジニアとしてやりたかったことは何一つできませんでした。あ、資料のコピー10部お願い。はい。あ、ついでに製本もしといて。毎日同じことの繰り返しでした。そんな日々が2週間続きました。一番からかったのは、同期の男性社員たちは普通に開発業務をしていたことです。同じ新卒なのに扱いが全く違う。休憩時間に隣の部署の同期と話す機会がありました。最近 JavaScript の新しいフレームワーク使い始めてさ、すごく勉強になってるよ。いいな。私は毎日コピー取りばっかり。マジで？開発部配属じゃないの？配属は開発部だけど、雑用しかさせてもらえなくて。それって完全にパワハラじゃん。この会話で改めて自分の状況が異常だと実感しました。同じ新卒なのにこの扱いの差はひどすぎる。ある日、先輩たちが開発している画面を見る機会がありました。驚きました。コードは非効率で明らかな無駄が多い。大学の授業で習うような基本的なことすらできていない。これは改善できると思いました。ある日、私は勇気を出して提案してみました。この処理、もっと効率的なアルゴリズムがあると思うんですが。はあ、何言ってんの。女の子が技術的なことわかるわけないじゃん。余計なこと言わないで自分の仕事しなさい。完全に無視されました。ビーチの提案聞いてやれよ。せめて話だけでも聞けよ。女性だからって差別すんな。もう何を言っても無駄だと悟りました。でもいつか実力を証明してやると心に誓ったんです。ある日、部署で大きな問題が発生しました。重要顧客向けの配送システムで配送ルート最適化のアルゴリズムが必要だったんです。これ来週までに完成させないとまずいぞ。分かってます。頑張ります。でも1週間が過ぎても何も進展がありませんでした。課長、まだ解決できてません。俺も試してみたけど無理でした。先輩たちが試したのは総当たり法でした。1000箇所のルートを全て試すなんて、計算量が爆発的に増えて現実的ではありません。基本的なアルゴリズムの知識があればわかるはずなんですが。とにかく処理が終わらないんです。3日かけて計算させても結果が出ません。当然です。その方法では宇宙が終わ
わるまでかかっても解けませ何やってんだお前ら。はん。その時電話が鳴りました。い、こちら開発課です。納期を1週間も過ぎているんですが、今週中に完成しなければ契約解除です。違約金500万円も忘れなく。500万円の違約金だと500万は痛いな。先輩たち無能すぎる。1週間で解けないとか仕方ない。外部のコンサルに頼むしかないな。でも外部コンサルって高いですよね。300万円かかるが500万円払うよりマシだ。その時私は決意しました。ここで実力を見せるチャンスだと。私にやらせてもらえませんか？は？配送ルート最適化なら私に解決できます。女の子がアルゴリズム。俺たちでも解けないのに雑用係が解けるわけないだろ。お前に何ができるんだよ。最短経路問題は動的計画法で解けます。1日あれば実装できます。はいはい、動的計画法。言葉だけなら誰でも言えるわ。冗談言ってる場合じゃないんだよ。おとなしくコーヒーでも入れてろ。完全にバカにされました。一回やらせてみろよ。まあ解けないだろうけど。じゃあ外部コンサルに連絡するぞ。悔しかったです。でも諦めるわけにはいきませんでした。その時部長が社内報を見ていました。この記事は社内報には新入社員が学生時代に ICTC 世界大会で銅メダル獲得という記事が載っていたんです。 ICTC 世界大会だと、この社員開発課の新人じゃないか。完全に形勢逆転じゃん。これは課長様。一致すげえ。世界大会ってすごすぎる。課長、今すぐこっちに来い。なんでしょうか部長。新人の女性社員、何をやらせてる？あの子ですか。議事録とか雑用を。雑用だと ICTC 世界大会で銅メダル取った天才にか。銅メダル？ ICTC は世界最高峰のプログラミングコンテストだぞ。世界中の大学から6万人以上が参加して、決勝に進めるのはたった140人程度だ。その中で銅メダルを取るなんて世界トップレベルのアルゴリズム力だぞ。 Google やメタが欲しがるレベルの天才だぞ。そんな人材に雑用させて何考えてるんだ。マジで天才じゃん。そんな知りませんでした。今すぐあの子を呼んでこい。配送ルート最適化の問題、彼女にやらせろ。はい。会議室に呼ばれました。君が ICTC 世界大会で銅メダルを取ったそうだね。はい、学生時代の話ですが。配送ルート最適化の問題、君に解いてもらえるかな。はい、やらせていただきます。そして私は問題を見ました。1000箇所の配送先を最短距離で回るルート、いわゆる巡回セールスマン問題の変形版でした。なるほど、これなら30分で解けますね。30分。俺たちが1週間かけても解けなかったのに。そして私はコーディングを始めました。まず問題を分析します。1000箇所の配送先、それぞれの距離データ、これは動的計画法が有効ですね。競技プログラミングで何度も解いた問題です。動的計画法？何ですかそれ？先輩たち、基礎が分かっていないんですね。私の手が止まりません。画面にはコードがどんどん書かれていきます。すごいスピードだな。10分でアルゴリズムの骨組みが完成。20分で最適化を実装。25分でテストケースを通過。残り5分で仕上げます。完成しました。本当に30分で？動的計画法とビット演算を組み合わせて、さらにヒューリスティックな枝刈りを実装しました。処理速度は先輩方の実装と比べて約10倍速いです。メモリ使用量も半分に削減しています。実際に動かしてみてくれ。はい、そうします。エンターキーを押してわずか 0.5 秒で最適ルートが計算されました。 0.5 秒。俺のは3日経っても終わらなかったのに。さらに配送コストも従来より 15% 削減できます。 15% も多い。それは素晴らしい。これは気持ちいい。完全勝利じゃん。そんなバカな。素晴らしい。すぐに顧客に連絡だ。
これは素晴らしい。期待以上の性能です。処理速度も速いしコストも削減できる。これなら他の部門にも展開できそうです。契約は継続します。それどころか追加で1000万円の案件もお願いしたい。担当者の方は誰でしたか？新人の女性エンジニアです。新人が信じられない。次回からもぜひこの方にお願いしたいです。ありがとうございます。一致のおかげで大儲け。どうして私は会社を作ったんです。そして翌日、部長から呼び出されました。君の活躍本当に素晴らしかった。今日から君を技術チームリーダーに任命する。技術チームリーダーですか？君の実力なら十分だ。月給も15万円アップさせてもらう。一致おめでとう。ありがとうございます。それと課長については今回の件で管理能力に問題があると判断した。平社員に降格して総務課に移動させる。そこで議事録作成とか雑用をやってもらうよ。完全に立場逆転。課長が雑用係。まさか自分が言った言葉が返ってくるとは思ってもいなかったでしょうね。先輩2人についても君のチームのメンバーとして配属する。君の下で技術を学び直してもらう。先輩たちが私の部下になるとは完全に立場が逆転しましたね。技術チームリーダーとして初めての朝礼、おはようございます。皆さん、今日から私が技術チームリーダーを務めます。よろしくお願いします。お願いします。実力で評価される環境を作ります。性別や年齢は関係ありません。技術力があれば誰でも活躍できるチームにします。はい、頑張ります。チームには新しく女性エンジニアも増えました。私の活躍を見て入社を決めたそうです。こういうリーダー最高。それからチームは順調に成長しました。社内でアルゴリズムコンテストが開催されたんですが、当然私が優勝しました。いいかに圧倒的な差をつけてね。それから外部のテックカンファレンスでも登壇しました。競技プログラミングで培ったアルゴリズム力を実務に生かす方法というテーマで話したところ大好評でした。参加者から質問が殺到しました。女性エンジニアとして活躍するコツは？実力をつけることです。技術力があれば必ず認められます。競技プログラミングは役に立ちますか？とても役に立ちます。アルゴリズムの基礎力が身につきますから。発表後、多くの企業から講演依頼が来ました。会社の知名度も大幅に上がって優秀な女性エンジニアの応募が3倍に増えました。君のおかげで会社のイメージが大きく変わったよ。特に女性エンジニアに人気の会社になった。それは嬉しいです。会社の顔になってるじゃん。ある日、私のチームに新しい女性エンジニアが配属されました。リーダー、憧れてました。あの技術カンファレンスの発表、感動しました。ありがとう。一緒に頑張りましょう。彼女は私と同じように競技プログラミングの経験者でした。すぐにチームの中核メンバーとなって活躍しています。元先輩たちも変わりました。リーダー、動的計画法について教えてください。俺もアルゴリズムを基礎から学び直したいです。もちろん、一緒に勉強会をしましょう。今では彼らも真面目に技術を学んでいます。態度も180度変わりました。ちなみに元課長は総務課で毎日議事録を作ってるそうです。あとコーヒー入れる係も兼任してるとか。時々総務課から愚痴が聞こえてきます。元課長、何もできないんですよ。議事録もご自立自だらけで、コーヒーもまずいし、基本的なことすらできないんです。活用も満足にできないようですね。ある日、廊下で元課長とすれ違いました。お疲れ様です。元課長。お疲れ様です。かつての威勢はどこへやら完全に打ちひしがれた様子でした。完全にブーメラン。自分が言ったこと全部返ってきた。この経験で学んだことがあります。実力で勝負する世界に性別は関係ない。技術力さえあれば誰でも活躍できる。そして周りに理解されなくても
一致ありがとう。勇気もらった。主をつ良い話だった。最後まで読んでくださってありがとうございました。お疲れ。スカッとした。一致お疲れ様。